もう一つ、大事なポイントは、これはまあ、青函同盟が言っていることも同じだと思うんですけど、三つのバランスですね。上、下、真ん中っていうですね。うんそれがまあ三原則ということにも関わると思いますけれども、いわゆる三原則とエネルギーセンターっていうのは別ではなくて、まあ、色で言ったら三原則というのは、まあ、ジンコさんと今日の澤さんの色のように紅白プラス透明っていうことで、七色じゃないっていうのはあるんですけど、まあ、上下真ん中ですよね。で、エネルギーセンターの活性化をするということと、まあ、この三原則、まあ、言い換えると、ハートの六芒星っていうことだと思うんですけど、で、これについてはもう明確な、まあ、関係があると思うんですけど、エネルギーセンターを活性化すればするほど、三原則がしっかりするっていうことですね。ですから、まあ、三原則をやるときでも、ハートの位置がどうかなとか、上がクリスタル化してスッキリしてるかなとか、下が上がってるかなっていうのは全部エネルギーなので。ですから、自分の六芒星、ハートの六芒星、三原則の実践、あるいは、みんなとですね、一緒にやるワークでも同じだと思うんですけど、がどうかって感じる力はやっぱりエネルギーセンターの力だってことですね。だから、エネルギーセンターがエネルギーを感じる力なので、それを活性化するほど三原則もしっかりしてくるし、今ちょっとどういう状態なんだって、まあ、わからないことがなくなるっていうことですね。まあこれはすごく大きな効果だと思います。本当に三原則が逆に言えば、エネルギーセンターの実践が甘いと、ちょっとセンターをやってるつもりなんだけど、浮いてたとか、ガッチとしてるつもりなんだけど、ちょっと下がってたとか、まあ、そういったことが、まあ、なくなるっていうことですね。すべて自分が、自覚できるようになるっていうことです。でも、自覚できるってことは、全部それは修正できるっていうことですし、で、この何々をやっていないっていうことが、まあ、あったりすると思うんですけれども、本当にハートの中心があるのかないのかっていうのは、それは意識があるのかないのかでもありますけれども、自覚があるのかないのかでもありますけれども、自覚はあるんだけれどもずれてるってことが結構あると思うんですよ。うん。で、やってるつもりなんだけどな、みたいな。でもなんか、ちょっと、ね、センターの位置とか、共鳴が弱いですよとか、上とのつながりが弱いですよっていう。つまり、エネルギーセンターの活性化をすると、つもりっていうのを卒業できるってこと。ずれなくなるんです。つもり、これをやってるつもりなんだけどっていうのが消えていくんです。で逆にこれやってるつもりなんだけど、これちょっとエネルギー違ったのっていうのは、これエネルギーセンターの活性化が弱いから起きることなんですね。だからエネルギーセンターの活性化をすればするほど、やってるつもりなんだけど、これ違うのっていうことがなくなるっていう、そのような素晴らしい効果があります。はい。澤さん、いかがでしょそれは朗報です。本当に。そうなりたいですね。本当に。今も、やっぱりこう喋るっていうこう行為で結構頭になってるっていうのは自分でもすっごくよく分かってるんですけど、どうしてもこうこう真ん中にこう意識がこ来ないっていうか、頭になってるなってすごくよくわかるので、それを克服できるっていうことはすごく素晴らしいことだと思います。う。うん、そうですね。克服できるというよりかは、まず気づけるっていうことだと思うんですね。あーうん。気づけるっていうこと。で、そのテーマは、ちょっと今日のテーマとは少し、
別のテーマになるんですけれども、それが克服できるのに必要なテーマはバシャール学だと思います。あうん。はい。から、そうですね。そういうなんか、喋るときに頭になるとか、うんぬんとかっていうのは、バシャール学をやると大半ならなくなると思います。大半こうならなくなって、まあ、エネルギーセンターそのものっていうテーマとは少し違いますけれども、やっぱり非常に大事なテーマで、だから、まあ、アリディフ先生とかが話してるのは、まあ、結局そういうことじゃないですか。まあ、自分の信念体系をこう見つめて、ポジティブな気質をですね、まあ、増やしていくとか、うん、まあ、ラヨカ先生もこう基本的におっしゃっていることは、まあ、あなたが体験している現実はあなたが作っているんですよとか。これは今日の直接のテーマじゃないんですけれども、私の感覚からすると、バシャール学っていうのをやらないと三原則はキープできないよねっていう感覚です。私の感覚だとね。私の感覚だと三原則をやってバシャール学をやるんじゃなくて、私の場合はですね、バシャール学をやるから三原則ができるみたいな感覚です。そうそうそう。で、まあ、言ってみればバシャール学っていうのが、うん、まあ、あの意味ではエネルギーセンターの感覚、活性化と裏表のような感じかもしれませんけれども。エネルギーセンターの活性化は、うー細かいサイエンスっていうのはないです。こういうエネルギー。なんかこうクリアになったとか。だからまあ、黄色のエネルギーを活性化した、緑のエネルギーを活性化したとか、そういう感じで、ですからまあエネルギーセンターの活性化っていうの方がこう非常にアート寄りな感じですね。アート寄りな感じで、例えばバシャールとかを聞いていると、あんまりそういう瞑想とかってないじゃないですか。チャクラとかいう話は出てくるけれども、ここ、こういうふうにイメージして、まあイメージ瞑想ありますけれども、あんまりそういう話がメインじゃないと思うんですよ。そういう観点じゃなくて、あなたの今感じている、まあ、意識っていうのが、まずどれだけ情熱に従っているかとか、ベストを尽くしているかとか、そういう発想だと思うんですよね。それがまあバシャール学で、まあ、どちらかといったらちょっとまあシステム的なんですけれども、これもバシャール学をやらないといけないじゃなくて、やると絶対に楽しくなるっていうことだと思います。うん。で、うん。でもね、バシャール学は簡単だと思います。思っているより簡単だと思います。思っているより簡単ですね。うん。まあ、愛先生の場合だったら、まあ、シャル学、まあ、一番ね、フォーミュラっていうことで、大事なポジティブだってねおっしゃってますけれども、それくらい、簡単なんですよね。でもエネルギーセンターの活性化と、両方あると、鬼に金棒みたいなですね、いう感じになってきますよね。例えばだから今、ちょっと頭で考えてて、もやもやしているなっていうのは、エネルギーセンターの活性化とかクリスタル化をやってるとわかるんですよ。うん。ああ、もやもやしてるわ。で、まずバシャール学だともやもやしていても、そこでジャッジをしない。これはロブ先生、アリディフ先生もよくおっしゃっていると思いますけれども、まあ、ジャッジしない。ああ、頭だ、みたいなんですね。だから、バシャール学をやると、頭になってても、ああ、ダメだなとか、ああ、怒られるなとか、そういった想念が完全に消えますね。
完全に消えるし、ですから、いろんなメッセージを伝えられたときに、ショックを受けたりとか、ダメだったのとか、ちょっと今回厳しいな、どうしようかな、みたいなとか、そういうものと、おさらばする。おさらばす、になるっていうことですね。で、そういうのっていうのは、例えばだから、透明をイメージするとか、例えば紫をイメージするとか、そういうワークでは解決できないんです。なので、マシャールとかアリディフ先生っていうのは、なんかそれは、こういう意識でみたいな、いうことを言っているんですね。ただし、それはエネルギーの感覚がないくても、感覚がないとできない。逆に理屈だけじゃないので、例えばなんか、考えているなっていうのを感じるのはエネルギーセンターなんです。ただなんかちょっとなんか感情がざわついてるなって感じるのはエネルギーセンターです。うん。そこまで、これこういう感じだなって感じるのまでがエネルギーセンターで。で、それを根本的に、地上セルフレベルだとね、すっきりさせるのがバシャール学なんですね。うん。で、それっていうのは、なんかこう、感情的にモヤモヤしてるっていうのが、あったりしまして、それが前回ですね、ジンコさんの新しいプレコの方の質問でありましたけれども、隠れエゴがあるみたいな、いうのを発見したとすると、ある意味では隠れエゴってエネルギーもエネルギーセンターを活性化してると、これあるわって。これちょっと、だから例えば第三チャクラのこの右側あたりが、活性化が弱いみたいな風に感じるわけです。うん。で、バシャール学をやってると、そういうのがあっても一切否定しないので、あるわだけなんですよ。まずね、このバシャール学で大事なことはポジティブですけど、ポジティブっていうのは一切否定がないんです。だから、ロブ先生はこう、ノージャッジっていうことですね。非常に、おっしゃってますけれども。うん。で、なんかあるわっていうのが気づくのが、そのエネルギーセンターの活性化の、感覚のところで。で、それを根こそぎ、これも別にいらないんじゃないと根こそぎ変えるのがフォーミュラであり、バシャール学なんですね。で、ジコさんがこの前質問されてたように、そういう隠れ英語、なんか重箱の隅をつくね、私こんなダメなところあるわ、こんなところでダメなところが、私なんでダメなんだって言ってると、こう、どん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 ですね、暗くなっていって、それをやらないとアクションできないっていうと何も動けなくなるんじゃないかと。ですから、その時に、玄中さんは、もやもやしてていいんですよ、みたいなんですね。あれ、なんて言ってましたっけ？そうですよね。だからそのもやもやっていうのが実際にだから第三チャクラが曇っているだとか、スロートチャクラが曇っているだとか、そういうことをこう表しているわけなんですけれども。うん。でも、最高の情熱に従うんだったら、そのね、なんか隠れ語をこう解消することが自分の最高の情熱だったとしたら、それやればいいと思うんですよ。でも自分の最高の情熱がいちいち隠れ語に付き合うことじゃなくて、例えば新しい仕事をしたいだとか、あるいはしないだとかですね。会社に締め出されて、その新しい仕事を見つけるだとか、そういうことだったらですね。そっちに従えば、いいっていうことですよね。うん。で、バシャール学をやればやるほど、ハイヤーとのつながりがものすごく安定します。安定するんですね。だから、全部はハートが中心だけれども、ハートが中心で、こう、非常にエネルギー的に、エネルギーワーク的に活性化していくのがエネルギーセンターの活性化ですね。エネルギーワーク的にハイヤーとのつながりを強めるのがエネルギーセンターの活性化ですね。で、システム的にハイヤーとのつながりを強くするのがバシャール学です。これ両方揃うと、非常にこう安定してくるっていう感じですね。で、この話をさらに深めるとすると、
なぜこの隠れ語にずっと付き合う必要がないかって言ったら、まあ、アセンション、本当にアセンションを目指したいんだったら、まあ、それは、まあ、消えていけばいい。まあ、消えて、まあ、いく必要があるものかもしれないけれども、でもね、この隠れ語だとか、うんぬんだっていうのは、ハイヤーとのつながりっていうのが強くないと、うんクリアにできないんですね。うん。だから、別に隠れ語があっても範囲につながれるわけです。うん。だから全部の隠れ語を、解決しなくても、ジンコさんのハートのセッションを受けて、なんかハートを開いてたら、ブヘーってなって、ハートと範囲がつながるわけじゃないですか。うん。だから、全部そういうのを解決する必要はないし、で、範囲とつながれば、つながるほど、あ、そういうのどうでもいいよねって、まあ、解決していけるようになるんですね。で、その解決の方法っていうのが、こうエネルギーワーク的に、つまり感覚的、あるいはイメージを使って、アセンション瞑想で、なんかまあ、平先生がよくおっしゃってるね、そういうのをパーッと流して、みたいな。そういうワーク的な、クリアな、する、まあ、方法と、まあ、システム的にですね、バシャール学に従って、解決していくっていう、まあ、方法があるってことですね。うん、そんな感じです。はい。澤さん、いかがでしょうか。はい、とってもよくうん納得できました。もう両面からこうやると、うん。はい、鬼に金棒っていうのがよくわかりました。はい、だから意外にバシャール学もポジティブなんだけど、このノージャッジっていうのが意外に大事だってことですね。はい、で、まあ、ノージャッジっていうのが、まあ、BL って言ってるんだけれども、ノージャッジっていうのは意外にね、システムなんですね。ノージャッジ。ノージャッジであればあるほど、システムが来ますね。で、こう、システムが来ないとか、ハイヤーからメッセージを受け取れないっていうことの、まあ、理由は、まずはライトワークですね。それが単に自己解決じゃなくて、まあ、本当にみんなのためかっていうことが、まあ、もう根本です。でもまあ、ちょっとみんなのためって思ってるけれども、これどうしたらいいかわかんないなみたいなこともあると思うんです。みんなのためにやってるならば。でもまずそっちの方が、まあ、本当はこう大事なんですけど、このジャッジがあると、ピューって降りてくるときに、このね、止めちゃうんですね。ジャッジっていうのは一種の偏見なので、ピューってハイヤーからエネルギーが降りてくるときに、ブチンブチンブチューってぶつかって、それで受け取れないみたいな感じになるんですね。でも、ノージャッジになると、こう偏見がパーッと消えるので、シューッと降りてきたものが受け取れるようになって、ああ、ああ、みたいな、いうことなんですね。ですから、このメッセージっていうのもエネルギーなので、からメッセージをいわゆる言霊として受け取れるかどうかも繊細さなんですね。だから、ハートのね、例えば今、の季節だったら、桜に意識を向けてるときに、桜のお花の、まあ、3D だけじゃなくて、こう桜のハイヤーみたいなのから、こうピンクのエネルギーが降りてきてるみたいなって多分感じられてるんですよね。うん、で、そういうのを感じるのもエネルギーですけれども、何が必要かっていうメッセージを感じるのもエネルギーなんですね。だからメッセージっていうのも非常に繊細なエネルギーってことです。同じなんですね。だからそういうのをこのエネルギーセンターの活性化を通して、まあ、培っていくと。うん、なので、まあ、エネルギーセンターのいろんな色をやって、赤をやって、オレンジをやって、ね、黄色をやってとか、そういうエネルギーを感じる感覚の延長にメッセージっていうエネルギーが降りてくるんですね。で、その時にジャッジがあると、ピューって止まっちゃうんですよ。降りてくる。でジャッジをなくすと、ピューって降りてきたものを受け取れるっていう感じです。うん
で、その時に、このバシャール学っていうのをやってると、まあ結構こう翻訳できるみたいなんですね。そんな感じです。だから、まあここまでのこうポイントの一つが、まあノージャッジ、バシャール学の澤さんにとっての大事なポイントの一つが、こうノージャッジっていうんですね。うんいうことだと思います。はい。いかがでしょとてもよく、わかりました。ありがとうございます。はい。う。はい。